世界に名だたる高級スポーツカーフェラーリ。今回登場するのは360モデナ。お値段およそ2000万円。フォルムはもちろん、フェラーリがフェラーリたるゆえんはそのサウンドである。そのフェラーリに搭載されたエアサスペンション。エアサスでドリフトなんてできない。そんな読者の先入観を今回の企画で吹き飛ばす。エアサスドリフトチェック、フェラーリ360モデナ。1999年から2005年まで販売された360モデナ。現在の中古車相場はおよそ800万円だ。このフェラーリ360モデナなんですけども、ちょっと外観はまずこのリバティウォークというところのオーバーフェンダーキットを組んでいて、でエンジンは基本的にノーマル V8 の 3.6 リッターの NA で、改造しているのは本当にマフラーと、あとは駆動系のクラッチ、オーバルシのクラッチがついてるんです。走るにはパワーは基本的に十分。ただもう少しそのドリフトとして白煙を出したいとか、パフォーマンス考えているので、ゆくゆくはツインターボとかにしていきたいですね。内装はシートを交換したり、あとですね、ドリフト大事なの油圧のサイドブレーキ、これも追加で作りました。この車の場合はもともとツインキャリパーがついてるんですよ。で1個はパーキングブレーキで1個はリアブレーキなんですけど、最初はそのパーキングブレーキを取ってちょっと油圧をつけようと思ったんですけど、ちょっと構造上今のところ難しいので、今のところはABS の配管をまたがして、でブレーキと連動しちゃうんですけど、サイドが効くようになってます。あと一番の改造点とすればエアサス。なかなかドリフトに使う人いないと思うんですけども、エアを簡単に上げ下げで上下するんですけども、その上げる下げるの動作の時に、上げるとエア圧が上がる、で下げればエア圧が下がるって形で、その車高ももちろんですけど、サスペンションのセッティングとしては幅があって、かつ車高の上げ下げを上げてやる必要ないので瞬時にできる。金額的にだいたい80万円ぐらいで導入できるんです。で車高の上げ幅はだいたいイメージ150ミリぐらいは動くんですね。でそれだけ調整幅ができるんで、走りに向いてると思うんですよ。取り付けは比較的簡単です。普通のサスペンション交換をまずして、でそれに配管を通していく。で大体工賃的にはいろいろあると思うんですけど、10万円から20万円ぐらいで取り付けできると思います。この車エアサスでみんな走れないと思ってるでしょ。今日この車テストしますんで見てください。そんな簡単に車高は変えられるのかチェック。これがエアサスのリモコンになります。でこれボタンがいくつもあるんですけども、これ4輪を別々に車高上げ下げもできますし、で前だけ後ろだけできます。で今ちょっと上げてみますね。ロックを外して後ろも上げ下げます。こんな感じで簡単にできます。エンジンからめ、その走行性能やいかに。はい、さてまずはエアサスのテストなんですけども、車高の高い状態からテストしてみます。で車高が上げるってことはバネレートも上がるんですよね。なんでフロントが固め、ちょっとリアも固めにしてます。まずこの状態でテストします。跳ねるかな。ちょっとバネレートが高い感じ。やっぱりフロントがちょっと落ち着かない。ちょっとリアはそうですね、硬くてなんだろうな、ドリフトはしやすいんですけどトラクションがかからない感じ。ちょっと、こういう時にちょっと鉄の手が止まらない。流れたからと止まらないですよね。こんな感じになっちゃう。やっぱりバネが硬いとリアに乗ってるトラクションが逃げちゃうのかな。簡単にケツは出るんですけどね。あと滑った後も流しやすい。な
んですけど、トラクションのかかりがちょっと良くない。この時ね、戻らないね、いっちゃう。ここで振り返しますか。振り返す時にほら戻んなくなっちゃうね。この状態になっちゃう。はい、あとこのバンピング激しい。ちょっと路面の悪いところちょっと辛いかもしれないですね。ただこうリアが出づらい時とかに言ったように運転しながらできるんで、例えばリアをちょっと上げてバネレートを上げるとかってこともできますよね。トラクションの位置、ケツがこの引いた時に乗るんだけど、なんだろう、横に出ちゃう。スライドがこの状態が止まらないんですよね。ここからこう前に車が出ない。横には行くんだけどね。ちょっと車高を変えてみましょうか。ここで車高チェンジ。走りに効果は現れるのか。はい、この状態で今フロントが141。じゃあこれ下げます。100ぐらいかな、ね、ちょっとフロント上げてみますね。まずフロント、この車高でフロントのバランスも車高も下がるし、バネも硬くないので、さっきの羽がなくなると思うんですよ。ちょっとこれのテストを次はします。なんかすでにガタガタしないもんね。お、全然違う。跳ねない。跳ねない。フロントが楽。こういう路面のバンプも全然違う。なんだこれ。バネレート4キロとか変えたぐらいのイメージはあるかな。さっきまで振り返しのコーナーのところのバンプがちょっと怖いというか、こう感覚がなくなってくる。あとこうなんでしょうね、手に伝わってくるインフォメーションがこう硬い感じだったんですけど、すごい滑らかなので、振り返してもフロントがついてくるのでこうスピンしづらい。ちょっとこれはもうこの時点で違うもんね。これこれでね、フロントがいる。フロントがちゃんといる。ほら、サイドつかなくても振り返せるもんね。フロントがいるから。ここもほら、もう全然違うよこれ。なんだこれ。お、ちょっとびっくり。ちょっとこのまま行ってみますよ。フロントがちゃんといる。さっきここでこれアンダレだけど、ほらこじっても入るもん。さっきはああいう風にこうフロントのこじりで入ろうと思うと、フロントが本当にドアンダー、ほらすごいことをつけても回らない。ポンと全然違う。全然違うよこれ。まあ厳密に言ったらアライメントが変わってるのいると思うんですけど、その変化よりこうバネレートの違いがすごい。これはありでしょう。エアサス入れない手はないよね。まあ大会で言ったらな、もしかしたら使えないかもしれないけど、でもね、普段乗りができてドリフトができてセッティングが楽で、今車高を下げるのに何秒っていう一瞬でできたでしょ。これはね絶対あり。ちょっと乗ってって言われたのがフェラーリ初ですよ。よくねスーパーカードリフトとか言ってお台場とかでやってるんですよね。ちゃんとしたドライバーが乗ってできてない下手くそが手本番できるのかな。突然ですが、ノムケンのフェラーリ360モデナドリフトチェックでは早速行ってみましょう。さあそれでは初フェラーリ、はい、ぜひ。このね、これが一足か。そうです。もうね、発車するときにこっちのサイドブレーキ効きそう、サイドブレーキこれですからね。音がいいね、音がいいね。音がいいんですよ。初めてのフェラーリドリフト成功なるか。これがサイド。はい、それはサイドです。そうで
かこれ。ちょっと難しいですね。なるほど。はい。いきなりケツが出る感じです。いきなりケツが出て止まんない感じ、はいでもね、何がいいかって音が非常に気持ちいいのが音が気持ちいいです。慣れない車に初めてのコースで四苦八苦。さあコースアウトしないように、はい。さあ難しいな、そうなんです。これ難しいですよね。これね、はいミッドシップからこれ難しいね、はい。トラクションが難しいです。音がね非常に良くて、はいお客がみんな見とる、はい。気持ちはいいけど難しい。はい。気持ちがいいんですが。でこれ車高変えたりするとどうなるんですか、はい。これちょっと車高やってみますね。じゃあこれはどのように変わっとるんですか、はい。これフロントを下げます。あ、なんか動いとる、はいリアもちょっと下げます。はい。このぐらいで。さあさあ、はい。先ほど鈴木がやりやすいと感じた車高にセッティング。ドリフト成功なるか。なんかこの音がね、はい。良くて音がやばいですよね。あ、間違えた間違えたこれがサイドかと思った、はい。これです。これねずっと乗ってたいけどなんかが起きそういやでもこれ楽しいな、音がさんもし不安ならこっちのインフィールド回っちゃいますてかぐるぐるでもいい、ねぐるぐるでも全然いいです。じゃあぐるぐるしちゃいましょうか。これ一足で大丈夫なのかな。はい。多分1でいけると思います。まあ2でもいけると思います。結構トルクあるんで。いやなんかはい。レブ当たっても怖いじゃん、はい。だから多分2でもいいと思います。スタートして1、2でいく感じで。はい。この感じでいけます。多分。で結構大丈夫なんで。クラッチもむのも怖いもん、面白いけどもうちょっと乗ってたい野村離島兵ただいま帰ってきました気を使うねこれマジでねいや音がすごく良くて見た目もかっこいいんだけど、もう何が一番あれかっていうと気を使う車的にはねトルクが非常にあって面白いね。面白いです。例えばこれもうちょっとハンドルが切れるようになったりとか、はすると、はいもしかしてこれから作ります。あ作るねやっぱり作ります。はい。作戦は立てとるわけですね、はいで肝心なそのエアサスですが全くもって分かりませんでしたちなみになんでこのエアサスに変えたんですか。走りの犠牲はなるほどしたくない。でもかっこよさも取りたい。ちょっと上げて走って展示するときは下ろして下げて。これめんどくさいなと思って。もう手で回すのを機械に任せようと。そう。さすが金持ちは違うんだよ本当に。なるほどね、ワンプッシュで一つシュート。うまくダメは一瞬みたいな。でもねこういう車もし買える人がいればやった方がいいですよ。これを目指すこと間違いなし。はい。かっこよく。瞬時に車高を変えられて走行性能も十分。皆さんいかがっすか。